あの作品は現像っていうシリーズで、現像ってGENZO は日本語の読みだと写真の現像とか、あとは幻の像とか、原子の原の像、もともとの像とかっていう、いろんな意味があるんですけど、黒い紙にシルバーのスプレーとマーカーで描いたシリーズで、2014年に始めたんですね。きっかけはあるアートフェスティバルに呼ばれて、その現地で何か新作を作るっていう時に、今使われてない古いトンネルがいっぱいあって、電気がついてないんで、その中に入っていくと、ほぼ真っ暗なんですよね。でそこに黒い紙をたくさんとグラフィティで使うようなスプレーを持ち込んで、紙をばらまいて、でスプレーのノズルを押しながらなんとかもう全く見えない、何も見えない状態で体のジェスチャーだけで書いて、その後に紙を集めてトンネルの外に持ち出した時に初めてそこで何が書かれているのかを見たんですけど、意図しない何か形とか、そのしぶきがなんか現れてて、それがなんていうか自分にとっては引っかかりになって、そこからスタジオでも偶然性とのつながったりの中で描いていくような作り方をやって、で、全部で140点ぐらい描いた中の5点があれなんですけど、トンネルの中でのその体験っていうのが結構重要だったのは、一つは、写真って暗室で現像するじゃないですか。印画紙に光を当てて、像を出すわけですけど、それに近いようなことをトンネルの中でやってたっていうか、光の代わりにシルバーのスプレーを使って何かそこに像を引き出してたっていうことがあって、そので現像っていうタイトルをつけたっていうのと、あとは洞窟壁画でネガティブハンドってあるじゃないですか。壁に手を押し当てて、でもそれもスプレーなんですよ。口で墨とかその顔料を噛んでプフって吹きつけることで手の跡を残す、痕跡を残すという、書くっていう行為のそのドローイングの一つの起源とされているものですけど、それに近いようなことやってたような気がして、だから自分の作品って今の時代の、都市の洞窟壁画みたいな風に捉えているところがあって、この現像シリーズもそういう考えのもとで生まれたシリーズですね。でその後どんどん展開していってるんですけど、はい、違いはなくて、そんなに平面と、彫刻も作るし、インスタレーションとか映像とか、あとはパフォーマンスをよくやるんですけど、それはいろんなミュージシャンとか詩人とのコラボレーションだったり、パブリックアートをやったりとか、いろんな形で制作してますけど、全部そのドローイングっていう行為であり、考え方の一つの形としてやっていて、逆に言うとそのいろんな形で制作展開することで、そのドローイングっていうものを拡張していきたいというか、そういう考えがあるんですけど、だからメディアによってもちろん、作り方は違うけど、全てそのドローイングとして捉えて、やってます。ドローイングってよく思われるのは、ルネッサンス以降なんですけど、絵画のためのスケッチとか、何か風景なり人物とか、何かの形を描写するものとか、あと気持ちを何か表現するものとか、平面の上に紙の上に描くものと、捉え方があると思うんですけど、それだけではなくて、もっと僕の関心はあらゆる線的なものというか、世界にある、宇宙全体の中のあらゆる線的なものを対象にしてて、その平面だけじゃなくて空間の中にも線はあるじゃないですか。空間とか時間の中にその線を作る、生み出すとか、そこに本当はあるけど見えなくなっている線を見つけ出すっていうか、発掘するっていう言い方を僕はするんですけど、
すでにあるけども、あるはずだけども見えなくなっているような線を見つけるという行為が僕にとってのドローイングで、だからそれは別に平面に限らずいろんなメディアでできるわけなんですけど、だから本当に例えばその星座とかも闇の中の光の点と点を何もない闇だけど、そこに線を想像力によって描くわけじゃないですか。だからそういうことがドローイングだし、そういうことを今目の前の環境の中でやることがドローイングなんで、今回の作品もその闇と光の関係性の中でできたっていう話なんですけど、結構光を使うことが多くて、その星座もそうですけど、街の中にある反射板をドローイングの素材として、大きいインスタレーションをやったりとか、光を反射する素材、シルバーの素材だったりステンレスを使った彫刻だったり、何か光とドローイングっていうことはずっと自分が関心持ってやっていることですね。最初からずっと変わらないのは反射板とかもそうですけど、道路が好きで、その路上で道の上で何かを見つけたり、素材だけじゃなくて、アイディアとかいろんなものを見つけて、記号とか形とかそういうものを自分の中で貯めていって、それを編集したり再構築したりするっていうことはずっと最初から続いてることで、このね現像シリーズもトンネルでやったことが始まりですけど、そのトンネルも道路じゃないですか。だから道路っていうのはずっと変わらないテーマですね。そうですね、道路は逆から読むとロードみたいな。いやで泥でできてるし、泥も結構使うんですけど、道路っていうのが好きで、ストリートというとどっちかというとカルチャーじゃないですか。あるいは街の中の街路ですけど、道路っていうともっと広くて、僕はアスファルトのつぶつぶとかにすごく興味があるというか、そこで例えば人が無意識的にガムを吐き捨てて、それが跡になって残ってるわけですけど、そのマンホールの周りにガムがいっぱい集まって跡になってるとかね。でそこに雨が降るとすごく銀河みたいに見えるとか、そういう道路そのものっていうか、そこで起こってる現象とかが好きなんですよね。でそれはずっと変わらないし、だからドローイングっていうか道路イングみたいなことをやってんのかなと思ったりします。で道路自体も人間が地球上に作ったドローイングだと思うし、自分がやってるいろいろやってますけど、それが一つの道路っていうか道になって、今まで歩いてきた道があって、これからも道を作っていくっていうようなイメージはあるんですよね。だからそういう時間とか空間の中に道路を作って、そこに開通させるっていうのが自分がやっていることなのかなと思いますね。学校の帰り道とか小学校の帰り道に空き地で遊んでて、そこでいろんなものを拾って、僕は多摩丘陵の近くで住んでたんで、縄文土器がよく発掘されてたんですけど、かけらを見つけた時の手のひらの上に5000年前のかけらが乗っている時のすごく意識が遠くにつながっていくような感覚とかっていうのがすごく自分の中では残っていて、だから道路ってちょっと手を突っ込むと、そういう今じゃない時間に触れられるとか、ここではない何か触れられる場所だっていうのは子供の頃から思ってて、でその後は考古学者になりたいと思ったりもしたんですけど、だんだんそのアートっていうものがすごく考古学に近いっていうことを気づいてきて、でアートやってるんですけど、あとは世界中のマンホールをフロッタージュって言って、マンホールタグですね、そこに刻まれてる記号、靴の裏で踏んで紙にこすり取ったりとか、あとはアスファルトのかけらをあちこちの工事現場から拾ってきて、アスファルトの表面にある白線、もともとはね止まれとか何かの記号ですけど、それのかけらを集めてきて、それでドローイングしたりとか、集めて再接続してドローイングしたりとかっていうことをしたり、ずっとその道路と関わりながらやってきてるんですよね。その道路って自分にとっては学校であり、実験室であり、
そうですね。もともとは表現の場でもあったし、すごく重要な存在ですよね、道路は。だから道路、ただの地図に載ってる道路以外のものも全部こう含めてですけどね。なんか獣道だってあるし、道っていっぱいもう空間の中にいっぱいあるんで、そういうものがいつも自分にとってはインスピレーションになってますね。いや、あんまりわからないっていうか、本当にいつも結構先まで見通して作ってるっていうよりは、本当に目の前のこう地面を掘ってるみたいな作り方で作っているので、あまりその長期的なビジョンっていうのは実はないんですよね。ただ書くことがもちろん好きなので、一つ書いたら次が出てくるし、そういう形でどん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 進んでってるっていうのが一つ。だからその書いてることは制作であると同時に自分にとっては研究なんですよね。その線の研究というか、あとはそのスタジオの外でもいろんな人とコラボレーションをやっていて、アート以外の分野でも、人類学者だったり詩人とか音楽とか建築とかね、コラボレーションするっていうことはずっと続けてるし、この前ドローイングオーケストラっていうイベントをやったんですけど、いろんなこうジャンルの書き手をこう集めて、書家とかグラフィティライターとかパフォーミングアートをやってる人とかデジタルデバイスで書く人とかを集めて、それで同時にみんなでこうセッションをするというイベントをやったんですけど、2回やったうちの2回目の方はフランスとネットでつないで遠隔セッションですね。それをリアルタイムでやって、ドラムって行為を通して複数の全然違うジャンルだったり遠く離れた場所とこうコミュニケーションするっていう実験をやったんですけど、それがすごく面白くて、それは今後も続けていきたいなと思ってるんですよね。すごく可能性を感じたというか、こうやって言葉で喋っているだけでは到達できないようなところまで人が書いた線によってこう届くことがあるんですよね。人が書く線に含まれている情報量ってものすごく多いので、それがこう重なってお互いこう引き出し合うことですごくこう豊かなコミュニケーションがそこで生まれたりするっていうのが可視化されたんですよね。そういう意味ではいろんなもう人間の感覚を全部使ってもう全てがこう複合的にこう絡み合った一つのパフォーミングアーツですけどね。メディアパフォーマンスっていうのかもしれないですけど、だから自分のスタジオでのこう研究制作と、そういうその外でのそういう実験とかっていうのはこれからも続けていきたいし、それがこうお互いフィードバックして進んでいければなと思ってるんですけど、もちろんそのコロナ禍にならなかったら遠隔でのドローイングセッションは構想しなかったと思うので、コロナ禍ならではの企画だったと思うし、自分の制作で言えばドローイングの始まりについて、人間が、いつどういうふうになんで書き始めたのかとかってことを結構考えるんですけど、それは文字の始まりともこう関係してて、人間が書くっていう行為は文字を書くも同じですけど、もともとはその人間と人間のコミュニケーションのためではなくて、人間が人間以外の世界とコミュニケーションするために生み出した技術なんですよね。それは自然とか、ある時代だったら神とかだと思うんですけど、だから僕にとってその書くことは昔も今もその対象が人間だけじゃないんですよね。だから人に褒めてもらいたくて書いてるわけでも何でもなくて、むしろ僕が書いたものはもう鳥とかにも見てほしいし、わかんないですけど宇宙人とかにも見てもらったらいいと思うんですけど、そういう意味では変わっていないし、むしろコロナ禍になったことによってすごくその人間社会以外の自然のこう静けさとか、そこにあるこうすごい豊かなパターンとかにより目が向くようになったっていうか、書くことをこう人間中心に考えるんじゃなく、むしろその人間中心主義みたいなところからこう脱却する方法としてより捉えるようになったというか、そこにあるこう非人間的なこう揺らぎとか、そういう現象
に目が向くようになって、具体的にはすごい焚き火を毎日するようになって、そういう焚き火の火の粉とかその炎の形を見るとか、植物いっぱい育てるようになって畑をやってるんですけど、そのゴーヤの茎の先っぽの動きを、成長の線を見るとか、そういう自然界の線とか揺らぎの形とかを僕はずっとね、道路とかその都市の記号とか形をずっと見てきたわけですけど、それと同じレベルで採取して自分の中でそれをまた、再配置とか再接続したりすることによって、新しいドローイングを描くようになってきて、だからよりその自然界のパターンが入ってきて、自分の中ではその面白いフェーズに入ってきたなとは思ってますけど。